ベルベージュの野原です。本日もオンラインでアップされる商品をご紹介いたします。金額、サイズ、状態のお問い合わせの方はベルベージュウェブスターの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が10月の30日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているのでそちらチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。フットボール T ですね。こちらタグの方はすいません欠損しているものになっております。で白ボディにラバープリントで一段ウィスコンシン入っております。でこちら状態としても、多少の擦れとか薄汚れとちらほら見られるんですが全然ダメージなどはなく綺麗な状態です。でタグがついててサイズがあるとするとサイズ表記自体はそうですね XL ぐらいはあるのかなと思います。僕も全然ゆとりを持って着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてミッキーの T シャツですね。タグの方がこちらのタグになっていてサイズ表記が XL で 100% コットンのボディですね。で白ボディにこちらミッキーのプリントが入っております。でバックはこちら無地のタイプですね。でこちらも状態としては、全然ダメージなどもなくいい状態です。でサイズ表記も XL というところなので、僕がゆとりを持って着れるいいサイズ感だと思います。こちらの方でお値段の方が6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツがチャンピオンですね。タグがこちらの刺繍のタグでサイズ表記 XL の表記です。でグレーの霜降りボディにこちらラバープリントで3段入っております。黒ラバーですね。かっこいいですね。でこちらも状態としては特に問題なく着ていただける状態かなと思います。サイズが XL なのでこちらもそうですね僕には大きく着用できるサイズ感です。すみません肩の C マークのところですねこちらがワッペンが剥がれてっていう状態にはなっております。全然問題ないですね。こちらお値段の方が6800円に消費税になります。こちら猫 T ですね。タグの方はこちらついてない状態です。切れちゃってますね。で白ボディの 100% コットンのボディですね。で胸の方に、ポケティにその猫ちゃんが入ってるっていう、プリントになっております。でバックは無地のタイプです。ワンポイント可愛いですね。サイズ表記あるとするとこちら L 表記ぐらいな感じですかね。僕も全然気持ちゆとりを持って着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツが、レオナルド・ダ・ヴィンチの T シャツですね。タグの方はこちらついてはいるんですけどもサイズ表記はちょっと見えない状態ですね。でグレーボディにこちらのプリント大判で入っております。バックは無地のタイプです。状態としてこういった首元ですね擦れとか小穴が多少あるぐらいですね。着用にはそこまで支障はないのかなと思います。でサイズ表記なんですけれども XL のボディですかね。僕でも全然ゆとりを持って着れる大きめのサイズ感になっております。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてシャツですねすみませんこちらタグの方がラルフローレンのタグになっていてサイズ表記は L 表記です。でこちら素材の方 100% リネンのボディですね。でリネンのネイビーボディに黄色のスモールポニーがいるってところですね。でこちらも状態としては特に問題なく綺麗な状態かなと思います。ダメージなども特に見られないですね。でサイズ表記 L 表記なので、こちらは、僕が大きめにガバッと羽織れるぐらいのサイズ感です。こちらお値段の方が5800円に消費税になります。続いてこちらのレーヨンシャツですね。タグいいですね。こちらのタグになっていてサイズ表記は M 表記になっております。でメイドインカリフォルニアいいですね。でエンジの単色のボディですねになっています。でボタンの方も全部完品ですね。で胸ポケットフラップついていて僕は好きなディティールです。バックもこういった感じで多少の擦れてるところとかこういった感じでちょっとあったりはするんですけども、ひどいダメージなどは特に見られないです。サイズ表記が M 表記なので、僕は正直ぴったりするぐらい本当ぴったりのジャストっていう感じのサイズ感にはなります。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてレギュラーのスウェットですね。タグの方はこちらチャンピオンの90年代刺繍で、サイズ表記 WXL になっております。で前 V のスクリプトの刺繍が入るタイプですね。
ネイビーっていうよりは、もうちょっと青に近いような色味になっているかなと思います。多少のフェード感あったりはしますが、全然ダメージなど見られないですね。でサイズ表記も WXL なので、かなりゆとりを持ってガバッと大きく切れるサイズ感です。こちらお値段の方が6800円に消費税になります。続いてこちらもスウェットなんですけれども、こちらすいません、タグの方は欠損してる、ついてないという状態ですね。ただこれに関しては、水が通ってないっていう本当ノンウォッシュの状態ですねになっていて、クレイジーパターンになっております。こちらがボーダーで、袖がターコイズブルーにリブがネイビーになっていて、首リブは白ですね。で状態としてはもう水が通ってないっていうところもあるので、もう全く言うことは特にないかなと思います。でサイズ感で言うと、そうですね、もう本当 XL 以上のサイズ感ですね。縮みが全く出てないっていうのもあるので、僕だとかなりガバッと大きめに切れるサイズ感です。年代で言うと90年代頃のものですかね。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらもレギュラーのスウェットですね。タグの方はこちらアーテックスのボディになっております。5050のボディで、サイズ表記は L 表記になっております。で青のボディのパーカーになっていて、こちらが、ラバーのプリントですね。でエアフォースアカデミーですねのプリントになっております。で状態としてこちら胸の方に1点少しダメージがあるっていうくらいですね。全体的にフェードしてたりもしますが、着用に困難っていうところは特に見られないかなと思います。でサイズ表記 L 表記ですが、ちょっと縮んでるっていうところですかね。僕だとちょっとピッタピタのジャストっていうサイズ感にはなってしまいます。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてもレギュラーのスウェットですね。タグはこちらの方がついております。サイズ表記は L 表記になっております。でアシッドグレーのボディにこちらイエールのプリント、ラバープリントですね。いいですね。でこちら状態としてかなり綺麗な状態です。特に目立った汚れとかダメージも見られないっていう状態ですね。でサイズも L 表記なので、僕は気持ち大きめにゆったり着れるサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてもレギュラーのスウェットですね。タグの方がこちらチャンピオンの80年代トリコのタグで、サイズは XL で、こちら、50% コットンの 47% アクリルで 3% レーヨンっていうボディですね。でこちらプリントが染み込みで入っております。ボストンカレッジいいですね。で程度としても、ユーズの状態ではありますが、全然ダメージなどもなく、本当綺麗に着ていただけるかなと思います。でサイズ表記 XL ですが、多少縮んでるっていうところですかね。僕だとちょっと着丈が少し短いかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてフリースですね。こちらパタゴニアのスナップティーになるんですが、タグがこちらで、サイズ表記はこちら L 表記で、しっかりメイドイン USA アメリカ製ですね。でこちら前立てがついてる古いタイプのものですね。で胸の方にもピスもしっかりついております。でフリースの状態として、気持ち硬くなってきてるかなっていうところです。でも全然まだまだダメージなども特に見られないので、着用には困らないかなと思います。でサイズも L 表記っていうところがいいですね。僕は気持ちゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらパタゴニアのグリセードになります。タグの方こちら胸ポケットの方ですね。すみません、サイズ表記の方はこちら S 表記になっております。でこちら F5 とあるので95年のものですね。でフリース総柄のものになっていて、内側がこちらパープルの切り返しに配色になっております。このパープル結構合わせやすくていいと思いますね。で状態としてなんですけれども、フリース若干使用感はありますが、まだまだ長く着ていける状態かなと思います。ダメージっていうところは特に見られないですね。いい状態だと思います。でサイズが S っていうところなので、僕は正直着用は難しいサイズにはなってしまいます。プルオーバーというところもあるので、この辺は女性に着ていただくのがいいのかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらお値段の方なんですけれども、39,800円に消費税になります。続いてリバースリブの紹介ですね。こちら無地のタイプから、トリコ
トリコタグ80年代の L 表記になっております。でケアタグもついてるタイプですね。で白ボディの目つきのタイプです。でこちらに関しては程度めちゃめちゃいい状態ですね。でトリコの L っていうところもかなり需要も多いかなと思います。僕もちょうどよく着れるサイズ感になっております。こちらの方でお値段が 12,800 円に消費税になります。続いてこちらは、目なしですね。タグが90年代刺繍タグの L 表記になっております。ネイビーボディの目なしなんですが、全体的に、フェードしててちょっと焼けてる感じが見受けられます。でこれに関していいのはその打ち抜いってところですね。かなりポイント高いかなと思います。でバックももちろん無視ですね。で程度として、気になるようなダメージっていうのは特に見られないかなと思います。でサイズ表記も L 表記なので、僕はちょうどよく着れるいいサイズ感ですね。こちらお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてこちらプリントものですね。タグが90年代刺繍タグの XL 表記になっております。でグレーボディにこちら黒ラバーですね。いいですね。で程度としてもかなりいい状態です。特に気になるところは見られないかなと思います。XL 表記になるので、僕はゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらお値段の方が 17,800 円に消費税になります。続いてもプリントものですね。タグはこちら、メキシコ製に入る本当ちょっと手前のアメリカ製のボディです。サイズ表記は L 表記になっております。でグリーンのくすんだグリーンのボディですねにラバープリントに2段入っております。こちらの色味もちょっとフェードしやすいので、ちょっと色焼けなどが多少全体的に見られるっていうところですね。でも気になるダメージ特に見られないです。でサイズ表記も L 表記なので、僕はちょうどよく着れるサイズ感になっております。こちらお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてパーカーですね。タグの方はこちら90年代刺繍タグの WXL のボディです。でパーカーのフードの入り口ですね、結構擦れてる感じになっています。また雰囲気すごくいいと思いますね。でグレーボディにラバープリントに2段入っていて、でポケットの付け根も多少ダメージがきてる感じですね。こういった感じです。ですいません、袖の方も多少リブが擦れてるっていう状態にはなります。バックは無地のタイプです。WXL になるので、僕は正直かなり大きいサイズ感にはなります。こちらお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてもパーカータイプですね。タグの方がこちらトリコの80年代 L 表記になっております。でフードの入り口ですね、全然綺麗な状態です。でラバープリントでコーネル抜きの感じで入っております。いいですね。ひび割れの雰囲気もすごくいいと思います。ポケットの付け根も特にそんな支障はないかなと思います。で、こちらも特に気になるダメージとかは見受けられないですね。でサイズもトリコの L っていうところなので、僕がちょうどよくいいサイズ感で着れるものになっております。こちらお値段の方なんですけれども 25,800 円に消費税になります。続いてセーターですね。こちらタグの方がこちらになっております。しっかりアメリカ製です。でこちらサイズ表記が XL のボディになっております。でグレーベースに、黒で模様が入ってるっていうものですね。程度としても特に、そんなひどいダメージなどは見られないですね。でサイズ表記も XL っていうところなので、僕は気持ち大きめに着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段なんですけれども、こちら 6,800 円に消費税になります。続いてレタードのカーディガンですね。タグはこちらの方になっております。サイズ表記がこちら40の表記です。ネイビーのレタードにこちら N のワッペンが N と星ですね、ワッペンが貼られております。でボタンも完品ですね。いいと思います。程度としても特にひどいダメージなどは見られないかなっていう状態です。また細かいところで言うと、こちら袖の方ですね。こちらに1点少し擦れてるところが1箇所ありますね。またサイズ40なので、これ本当小さいもの多いですよね。このサイズだと縮みもそこまで出てないっていうのがあって、僕でも全然着用ができるいいサイズ感です。こちらお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてもセーターですね。
タグはこちらの方になっております。サイズ表記の方がちょっとついていない状態ですね。でエンジのボディにこちらは A のワッペンが貼られておりますね。リブも長くてしっかり古いディティールが入ってますね。で状態として多少のスレ等はあったりするんですが、ひどいダメージなどはこちらも見受けられないですね。でサイズ表記あるとすると、そうですね、ちょっと難しいサイズ感にはなるんですが、ミディアムぐらいな感じですかね。僕がちょっと身幅がきつく感じるぐらいのサイズ感だと思います。僕よりも全然細身の男性いらっしゃると思うので、この辺はかなりいいアイテムかなと思います。こちらお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてこちら、ショールのニットですね。こちらタグの方は欠損しております。ただボディはもう黒っていうところですね。かなりいいと思います。で袖の方にこちら黄色の切り返しが入っております。で状態として、表面上ですね、こういった擦れてちょっとリペアされているところとかも見受けられるんですが、現状その切れないっていう状態ではないですね、全然。でサイズ表記あるとするとなんですか、こちらもちょっと難しいですね。ミディアムぐらいな感じですかね。こちらもちょっと幅が僕にとっては正直ぴったりするぐらいのきついサイズ感にはなってしまいます。こちらお値段の方が 49,800 円に消費税になります。続いてジャケットの紹介です。まずは G ジャンからいきたいと思います。タグの方がこちらラングラーのタグになっております。でサイズ表記の方がこちら、うっすらしてるんですけども、サイズ46っていう表記が読み取れます。でこちらラングラーにしてはちょっと珍しいんですけど、ボタンで開きのタイプですね。でピースの方もこちらについております。でこちらに関しては背中ですね。背中にこういった感じで刺繍だったりがかなり入ってるタイプですね。珍しいと思います。で状態として、やっぱ J ジャンなんでこの襟に着やすいんですが、特にまだダメージきてなくて全然大丈夫ですね。で袖の方とかもいい色落ちに仕上がっております。いいですね。でサイズが46っていう表記なので、僕も相当ゆとりを持って着れる大きめのサイズ感です。この辺はやっぱ需要が多いところかなと思います。こちらお値段の方が 7,800 円に消費税になります。続いてラングラー続きですね。タグの方がこちらになっております。ラングラーの、ランチコートになりますね。でサイズ表記、この斜め上に入るものあったりするんですけども、こちらは入っていないタイプですね。この実寸というか見た感じでサイズ表記は XL の感じかなと思います。でデニムの色味めちゃくちゃいい色味だと思います。ただこの色に仕上がってるので、ちょっとしたこういったダメージは正直否めないところかなというところですね。でバックに関してはこういった感じです。特にダメージなどもなくいい状態ですね。でこちら XL ぐらいだとお伝えしたんですが、僕も全然ゆとりを持って着れる大きめのサイズ感です。こちらお値段の方なんですけれども 9,800 円に消費税になります。続いてリーバイスのボアジャケですね。タグの方がこちらになっております。サイズ表記が36の表記です。でこちら赤タブもしっかり残っております。でデニムの色落ちさらっと落ちていてすごいいい色落ちになっているんですが、袖の方とかは結構いい感じに色落ち入っておりますね。でバックに関してはこういった感じです。でサイズが36っていうところなので、さすがに僕自身がちょっと着るには小さいサイズにはなるんですが、この辺女性が着ていただいてもいいかなと思います。こちらお値段の方が 9,800 円に消費税になります。続いてこちらのジャケットがラルフローレンですね。タグの方がこちらになっております。サイズ表記は L 表記になっております。で黒に赤ポニーがいるってところですね。程度に関してめちゃくちゃいい状態ですね。この生地自体、このナイロンの生地自体も全然張りが残ってるいい状態です。でサイズ表記も L 表記っていうところなので、僕は大きめに着れる方多いサイズ感かなと思います。こちらお値段なんですけれども 9,800 円に消費税になります。続いてめちゃくちゃいいコートですね。タグがこちらの方になっております。年代でいうと50年代頃のものですかね。でボタンも完品で、このチェックの配色もめちゃくちゃいい配色だと思います。で程度としてなんですけれども、こちらですね、ちょっと1点小穴があってっていうところと、
あとこの右側のポケットなんですけど、このポケットのこう下の部分なんですけどちょっと貫通しちゃっていて、この下の方まで行っちゃう感じになるので、買っていただいた方はちょっと見えないところになるので少し雑な感じでもいいのでリペアをしていただいた方がいいかなと思います。あとは全体的にその表面上多少擦れてる感じとかはあるんですが、全然まだまだいい状態です。ウールものでこれだけしっかり古いものってなるとやっぱどうしても程度に関しては少し甘く見ていただきたいところかなと思います。でサイズ感で言うとなんですけど、SML で言うと L ぐらいな感じですかね。僕も全然着用自体はできます。物としてめちゃくちゃいいと思いますね。こちらお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてミリタリーのアイテムですね。こちら M65 のフィールドジャケットなんですけれども、すみません、こちらタグの方は欠損している状態です。ただこの実寸のサイズ感からするとそうですね、スモールレギュラーかなと思います。で状態としてなんですけど、まずタグがないというところと、あとこのペンキの飛びがちょっとちらほら部分的にあってっていうものになってますね。こちらの方にも飛んでおります。ただその分お値段に反映してるかなっていうところですね。ダメージっていうダメージは特に見られないですね。あとすみません、袖の方にもペンキが飛んでましたね。スモールレギュラーなので、僕自身は全然着用自体はできるっていうサイズ感ですね。こちらお値段の方なんですけれども、こちら 7,800 円に消費税になります。安いと思いますね。続いてエクワークスのレベル7になるんですが、こちらタグの方がこちらになってサイズ表記スモールレギュラーの表記になっております。でこちら状態としては、まずこちらですね、ちょっと黒ずみが少し残っちゃってるっていうものになってます。ただひどいダメージなどは特に見られないですね。着用自体は全然困らないかなっていうところです。でスモールレギュラーっていうサイズ感なので、僕も着れることは着れるんですけど、ちょっとやっぱ気持ちピタッとしちゃうかなっていうサイズ感です。こちらお値段の方が 25,800 円に消費税になります。続いてスニーカーを1足ご紹介します。ナイキのレザーコルテッツになります。サイズの方ですね、こちらの方にあるんですけども12ハーフのサイズになっております。状態としてなんですけれども、多少のこういう使用感あったりはしますけども、ソールも全然減りがなくて、ほんと数回履きぐらいの程度だと思います。めちゃめちゃいいコンディションかなと思いますね。こちらお値段の方が 29,800 円に消費税になります。続いてパンツですね。こちら501ブラックになります。パッチカラーがいいですね。こちらで、ロットがあって、ウエスト32インチのレングス34インチの表記です。赤タブもしっかり残っております。で後染めブラックのものですね。で程度としては、股下も全然問題ないです。でレングスの方もこちらオリジナルのものになっております。実寸のサイズの方なんですけれども、ウエスト31インチのレングスが34インチになります。ウエストだけ1インチ縮んでるっていうところですね。僕にはさすがにちょっと、レングスは長いっていうサイズ感にはなるんですが、180後半ぐらいの身長の方とかにはちょうどいいサイズかなと思います。お値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてこちらのパンツがリーバイスのスタプレストになります。内側の方ですね、こちらの方にタグがついていて、でタブの方はこちらなんですけれども、黒タブのビッグ E が使われております。でジッパーの方ですね、こちらが42タロン使われております。でコットンのボディですね。白なのでちょっと汚れやすいものではあるんですが、その目立った汚れが特に見られなくて程度はいいかなと思います。股下とかも問題ないですし、レングスに関しても特に問題ないかなっていうところです。で実寸のサイズの方がウエスト31インチのレングスが29インチになります。僕が本当にいいサイズ感で履けるっていうものですね。もう僕と体型同じ方はぜひ行ってほしいですね。こちらお値段が 12,800 円に消費税になります。続いてコードレーパンツですね。こちらパッチカラーがいいですね。ロットがこちら505になります。ウエストが29インチのレングスが34インチの表記です。で白タブもしっかり残っております。でこのパッチの時点でお気づきだとは思うんですけれども、この状態ってところなので、本当ワンウォッシュからツーウォッシュぐらいの本当数回洗いっていう程度の良さですね。でジッパーはこちら42タロンが使われております。コーデュロイの状態もすごく張りが残っていてめちゃめちゃいい状態です。こういう感じなので、もうちょっと正直程度に関してはちょっと飛ばします。
実寸の方がウエストが、30インチ、レングスが34インチ、ウエストが気持ち伸びてるってところですね。ここまでいい状態なので、本当デッドと変わらないような感じですね。裾上げしてから履くのも全然ありかなと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらもコーデュロイパンツなんですが、こちらに関してはラルフローレンのタグがついております。サイズ表記の方がこちらですね。ウエストが32インチのレングス30インチの表記になっております。で、黒の太畝コーデュロイってところですね。ものとしてめちゃくちゃいいと思います。かなり使いやすいと思いますね。で、コーデュロイの生地が多少焼けてるところとかちらほらあったりするんですが、ダメージなど特に大きなところは見られないですね。で、実寸のサイズの方が、レングスだけ1インチ縮んでます。ウエスト32のレングス29、この辺もちょっと太めに履くのもかっこいいと思いますし、ジャストで大人っぽく履くのもありかなと思います。お値段の方が7800円に消費税になります。続いてヴィンテージのデニムいきますね。こちらもうパッと見で分かるんですが、もうキッズサイズのものですね。パッチからがいいですね。パッチの方、こちらが印字が残っていて 503ZXX で、サイズ8の表記でウエスト24インチのレングスの方がちょっと26ですかね。ちょっと読み取りづらいところになってます。で、赤タブも擦れちゃってはいますが残ってはいます。で、こちらトップボタンがスナップのタイプですね。ジッパーの方はこちら42タロンが使われております。で、程度としてなんですけれども、股下ステッチ抜けちゃってはいますが全然まだいける状態です。膝の方ですね。右膝の方がリペアがされてるっていうところですね。裾もオリジナルではありますが、ちょっとステッチ抜けだったりスレが多少あってっていうものですね。もちろん耳もついております。で、こちらもうちょっと僕自身当てるのもちょっと正直あれなんですけど、ウエスト実寸が23インチのレングスが24インチっていうところですね。ぜひお子さんにヴィンテージ着させたい方はかなりお買い得かなと思います。お値段の方がこちら19800円に消費税になります。続いてこちら501の66前期になります。パッチの方がこちらですね。ウエストが、こちら33インチのレングスが34インチの表記です。で、こちら赤タブもしっかり残っていて、もちろんシングルステッチのものになっております。で、こちら程度に関してはちょっともう正直かなりリペアが施されているって状態ですね。ポケットの入り口だったりもそうですし、股下も結構リペアされております。で、太ももから膝にかけてっていうところも両足ですね、両足がっつりリペアが入ってます。で、裾上げもこちらはされているっていうところですね。当然耳はついております。実寸のサイズ感なんですけれど、ウエストが32インチのレングスが30インチになっております。僕がちょうどいいサイズ感ですね。こちらお値段の方が29800円に消費税になります。続いてこちらが501のビッグイですね。こちらパッチの方は欠損しております。で、赤タブの方はこちらちょっと擦れちゃってはいますが、ビッグイギリギリ確認ができるっていう状態ですね。で、当然シングルステッチのものになっていて、で、トップボタン裏がこちらはこちら8番、こちらですねになっております。で、程度として見ていきたいのですが、ポケットは大丈夫そうですね。で、股下が結構がっつりリペアが入っております。で、両膝ですね、左に関してはちょっと太もも部分からっていうところなんですけど、リペアが入っております。で、こちらも裾上げがされているっていうところですね。当然こちらも耳はついております。実寸のサイズの方なんですけれども、ウエストが31インチのレングスが29インチになります。このサイズも僕がちょうどよく履けるサイズで、履ける方も多いかなと思います。色落ちがすごくいいですね。こちらお値段の方が29800円に消費税になります。続いてスペシャルなシャツを1枚紹介します。タグの方がこちら、スタディオークのタグになっていて、サイズ表記が15ハーフの表記になっております。もうこの紙タグも残ってるというところもそうですし、こちらもデッドストック、もう水が通ってないものになります。めちゃめちゃいいですね。で、襟もダブルステッチだったり、
で肩の方もトリプルステッチ、あとはこの脇下の通気口とこちら後ろの方ヨークのところもそうですね。ベンチレーションって言い方もしますけど、かなりいいディティールが満載ですね、これに関しては。でマチの方も当然ついております。ここまで古いシャンブレーシャツもなかなか入ってこないと思います。ただ状態としては保管時の焼けっていうところが正直見受けられます。多少薄めではあるんですけども、洗濯を繰り返すうちにだんだん良くなっていくものかなと思いますね。本当ダメージとかも一切ないです、この状態なのでっていうところですね。サイズが15ハーフっていうところで、水を通して若干の縮みとかも考慮すると、着れる方、いいサイズになる方は多いんじゃないかなと思います。こちらお値段の方が15万8000円に消費税になります。